無残にも喉をかき切られ家ごと燃やされてしまった4人の家族。彼らが狙われた理由はただ一つ、その家に幼い少年が暮らしていたためでした。2015年12月21日、スイスアールガウ州ルッパースビル。早朝、とある一軒家でインターホンの音が響きました。家主のカーラ・シャウア・フライブルクハウスがドアを開けると、そこには見知らぬ一人の男が。心理学者のセバスチャン・マイヤーと申します。実はオタクのダウィン君について学校から調査依頼を受けておりまして、30歳過ぎに見えるその男は穏やかな笑みを浮かべて名刺を差し出します。突然の訪問に戸惑いつつも男を家の中に招き入れたカーラ。彼女はこの時全く気がついていませんでした。その男を絶対に家にあげてはいけないということに。心理学者を名乗ったその男の真の目的は13歳の息子をレイプすることだったんです。わずか13歳の少年を強姦し、家族もろとも殺害した男。心理学者を名乗るその男が犯した残虐極まりない犯行とは。4人家族が家ごと燃やされてしまったこの事件は、男が持っていた秘密のリストの一部でしかなかったんです。おさすけんちゃんです。宮みこです。私年末年始で行った場所がいろいろありまして、この前湯布院の話したんだけど、水族館にも行ってきたのよ。海の中道マリンワールドっていうところがあるんだけど、そこでイルカのショーを見てきたんだけど、小さい頃にその水族館行ったことあって、その頃よりもなんかイルカのショーがすごい簡素化というか、簡単になってた気がしたのよね。動物愛護の観点とかから、もしかしたらね、動物に無理をさせないというか、ストレスをかけないみたいな方針になってるの？知らん。知らない。でも動物界でもホワイト企業化してるのね。まあそういうことよね。結局動物にショーさせるのって人間のエゴでしかないですから。そうなのよ。ジャンプしてくれるだけで私はもうってなっちゃう。動物側が納得してればいいよね。それは分かんないんだけど。本日ご紹介するのはスイスで起きた殺人事件の中でも最も凶悪な一家惨殺事件について。一家惨殺事件っていう、その文字面だけで凄惨な現場だっていうのは想像はできるんだけど、その中でも最も凶悪っていうのはどういうことなの？もう家族が散々いたぶられて殺されたとかそういうことなの？犯行内容がひどかったのもあるんですけど、本当に恐ろしいのは犯人が持っていた特定対象への狂気的な執着だったんです。事件の日、火災に見舞われてしまったその家族の自宅。悲劇は一人の男がその家を訪ねてきたことが発端だったんです。突然の訪問。2015年12月21日、スイスアールガウ州ルッパースビル。その日の午前中、近隣住民から火災の通報を受け、とある一軒家に駆けつけた消防隊。火は間もなく消し止められたのですが、家屋の中へ確認に向かった消防隊員たちはその場の光景に凍りついていました。一体何があったって言うんだ。居合わせた隊員が揃って言葉を失ったのは、その家の中に4人の男女の遺体が転がっていたから。そして彼らが命を落とした原因がその家を襲った火災ではないことは誰の目にも明らかでした。4人はそれぞれ手足を拘束され、無残にも喉を切り裂かれていたんです。そう、この事件は単なる火災ではなく、一家4人を狙った明確な殺人事件でした。その日、その家で何が行われていたのか。悲劇の始まりはこの時から数時間前に遡ります。その日の午前7時、その家の住人カーラ・シャウア・フライブルクハウスは同居していたパートナーの出勤をいつも通りに見送っていました。今日も頑張ってね、いってらっしゃい。長く伸ばしたブロンドヘアが美しいカーラは息子2人を持つシングルマザー。その日家にいたのは長男ディオン、次男ダウィン、そして長男のガールフレンドシモーナ・ファスの4人でした。ガールフレンドのシモーナは家族とも仲が良く、4人は談笑しながら朝の穏やかなひとときを過ごしていました。そうやって一家にとって何の変哲もない時間が続いていくかに思えていたんです。そしてそれはカーラがパートナーの出勤を見送って間もない午前7時半頃、突然鳴り響いたインターフォンの音。あまりに朝早くの来客に首をかしげながらもカーラは玄関へ向かいました。するとそこに立っていたのは30歳前後に見える短髪の大柄な男。カーラは男に見覚えがありませんでしたが、男は家族のことを知っているようでした。ダビン君のお母様でしょうか。私、心理学者のセバスチャン・マイヤーと申します。実はお宅のダビン君についてクラスメートの女の子から苦情がありまして、学校の依頼でお伺いしました。男はそう言うと心理学者の肩書きが印刷された名刺と
と次男ダビンが通う学校の名前が記載された詳細来書をカバンから取り出しました。女の子から苦情？ダビンに限ってそんな。これまで学校で問題を起こしたことなどただの一度もなかった次男ダビン。そのためカーラは困惑しますが、ひとまずマイヤー博士を家にあげ詳しい話を聞くことに。子供たちがみんな家にいるってことはもう休みの日でしょこれ、そんな日に朝7時半から訪ねてくるやつってもうめちゃくちゃ怪しくない？この男。本当にそうなんですけど、母親の心理としては子供が問題を起こしてるなんて言われたら話を聞かないわけにはいかなかったんです。しかし結果としてその男は絶対に家にあげてはいけない男だったんです。この後母カーラは一度外出するんですけれども、その時の彼女の行動から家の中で何かが起こっていたことは明白だったんです。母カーラがマイヤー博士を招き入れてから数時間後の午前10時頃、彼女は付近の銀行 ATM を訪れました。そしてこの時のカーラの行動はただお金を下ろしに来ただけにしてはどこか異様だったんです。警戒するように周囲を見回し、ひどくこわばった表情で ATM を操作するカーラ。カーラはしばらくするとそそくさと ATM を後にします。この時彼女が引き出した現金は日本円で約170万円。母カーラは2つの銀行を訪れ、ユーロとスイスフランを合わせ約1万1000ドル相当の大金を引き出しました。そしてお金を手にすると彼女は必死の形相で自宅まで駆け戻っていったんです。早く家に戻らないと。日本円で170万円ってめちゃくちゃ大金じゃない？何、さっきの心理学者って名乗ってた男が関係してるの？これがカーラの身に何が起こっていたかっていうのは後ほど明らかになるんですけれども、その前に彼女がユーロとスイスフラン2つの通貨を下ろしていたってことが気になりますよね。というわけで本日のメトラキーワード、ユーロとスイスフランについて。2025年現在 EU に加盟している27カ国のうち20カ国が通貨としてユーロを導入しています。一方スイスは永世中立国としてどこの国とも同盟を組まないことを宣言している国。 EU にも加盟しておらず、国内では独自通貨のスイスフランが使われています。近年はスイスでも空港や大手チェーンなどではユーロが使用可能となっていますが、その他の個人店などでは基本はスイスフランしか使えません。カーラが複数の銀行を訪れたのは、最初に訪れた銀行ではユーロしか扱われておらず、すぐに使えるスイスフランを別の銀行で下ろす必要があったためと考えられています。スイスって聞くとさ、ヨーロッパっていうイメージがかなり強いからユーロ浸透してるものだと思ってたけど違ったのね。実際行ってみないと通貨の事情ってちょっとわからないところありますよね。日本円で170万円ものお金を下ろし帰路を急ぐカーラ。マイヤー博士が上がり込んだその家で一体何が起こっていたのか。本当の目的。母カーラが銀行へ向かう前の午前7時半頃、彼女は次男ダビンが学校で問題を起こした件で訪ねてきた心理学者マイヤー博士をリビングへ通しました。リビングに足を踏み入れると同時に彼はカーラにナイフを突きつけたんです。今すぐガキどもを縛れ、3人ともだ。先ほどまでの真摯な振る舞いを一変させ、母カーラを激しく怒鳴りつけたその男。すでにお察しの通り、男は学校の依頼でやってきた心理学者などではありませんでした。子供たちがいるリビングで突然ナイフを取り出したその男の命令に母カーラはおとなしく従うほかありませんでした。彼女はそこから言われるまま子供たち3人の手足を結束バンドで拘束。続けて男は言いました。銀行でできるだけ多くの現金を下ろしてこい。もし途中で警察に行くような真似をしてみろ。ガキどもがどうなるか分かってるな。そう言うと男はスマホを取り出し母カーラを撮影。そして彼女を睨みつけるようにしてこう言ったんです。お前の写真を外で見張ってる仲間に送った。妙な真似をしたらすぐにバレるからな。男にそう脅されたカーラは、たとえ外に出られたとしても絶対に警察に向かうことはできませんでした。そう、カーラには気づける余裕もなかったんです。男のその言葉が真っ赤な嘘だということに。カーラが銀行行った時にめちゃくちゃ周りに怯えてたっていうのはこいつの脅しが効いてたってことなのね。でもさ、わざわざ学校の書類偽造してきてたんでしょ。なんかすっごいこいつ用意周到じゃない？ほんとね、そこなんですよ。この男、カーラの次男の学校まで下調べをしていたんです。単なる強盗にしてはやけに手が込んでるんですよ。実は男の真の目的はお金ではなかったんです。2015年12月21日午前10時過ぎ、母カーラは息を切らして自宅のリビングへと駆け込んだ。彼女の手にはついさっき銀行から引き出してきた下ろせる限りの現金が握られていた。言われた通り持ってきたわ。カーラが現金を差し出すと男は満足げに笑みを浮かべ、それを受け取った。札束を眺める男を前に母カーラは必死の思いで祈った。お願い、もう帰って。家族の命を思えばお金など惜しくはない。
そして母カーラはそのお金を男に渡しさえすれば全てが終わると信じていた。しかし次の瞬間、カーラは今渡したそのお金が何の意味もなしていないことを悟ることに。さてお楽しみはここからだ。そう言うと男は13歳の次男ダビンへちらりと視線を向けた。この男、もしかしてこの家へやってきたその時、最初にダビンの名を口にしたその男、ただ強盗に入っただけのはずの男がなぜダビンの学校のことまで知っていたのか。母カーラは全てを察した。やめて、うちの子に手を出さないで。リビングに響いたカーラの悲痛な訴え。そんな彼女の声に耳を貸すはずもなく、男は家族3人が見ている目の前でダビンを思う存分凌辱した。その後、気の済むまで次男ダビンをもてあそんだ男はその場に居合わせた一家4人全員の喉を切り裂き殺害、着火剤をまき散らして火を放ち、母カーラが引き出した現金を手にその場を立ち去ったんです。次男のダビンのことまで知ってたっていうのは、犯人がいわゆる小児者で前々からダビンのこと調べてたってことよね。そうなんです。しかもこれ調べてたのはダビンのことだけではなかったんです。今回の事件に関し犯人の目撃情報は一切なく、身元特定は困難かに思われました。そこで警察は140人以上を動員し総力を挙げて捜査を展開。日本円にして約1700万円にもなる懸賞金がかけられ、110人もの取り調べが行われた結果、事件から約5ヶ月後、その正体にたどり着くんです。犯人はトーマス・ニックという現場の近隣で母親と2人暮らしをしていた男。決め手となったのはトーマスのスマホの IP アドレスと GPS データ。事件前、被害者家族について何度も検索を繰り返している IP アドレスがあり、それはトーマスのスマホのものでした。また彼のスマホの GPS は事件が発生していた時刻にだけまるで居場所を隠すかのように電波が途絶えていたんです。警察は飲酒運転の検査を装いトーマスの DNA サンプルを採取。それは現場に残されていた DNA とぴったり一致。こうして2016年5月12日、トーマスは殺人容疑で逮捕されることに。トーマスの自宅からは大量の自動画像や動画が発見されており、彼が小児者であることは明白でした。さらに警察はトーマスの自室から一冊のノートを発見。そのノートの中には近隣に住む少年11人の詳細情報がびっしりと記されていたんです。気持ち悪いな。恐ろしいことにリストアップされた少年全員が被害者ダビンによく似た白人の少年でした。トーマスは地域で自分好みの少年を探し出し、どの少年を狙うか入念に吟味していたんです。中には家族の監視記録までつけられている少年もおり、もしこのままトーマスが野放しになっていれば第2の事件が起きていた可能性も十分にありました。トーマスは地域で少年サッカーのコーチをしており、その役を引き受けたのも子供に近づくためだったのかもしれません。無職だった彼は地元の少年を調べることだけに日々の時間を費やしていたのでしょう。気持ち悪すぎる。幼い子供狙うことをさ、四六時中考えてるような男が地域に馴染んでたって言うだけでゾッとするわね、本当に。トーマスに教えてもらってた子供たちとか、その親御さんにとってみれば自分たちの身にも起こっていた可能性あったわけじゃないですか。ゾッとしますよね、俺。事件から3年後の2018年3月、殺人、恐喝、児童への性的暴行などの罪で有罪となったトーマスに下された判決は仮釈放なしの終身刑。彼は裁判において被害者に必要以上の苦痛は与えていないなどと苦しい言い訳を繰り返しましたが、結局死刑のないスイスにおいては最も重い刑が課されることに。トーマスは現在もレーゲンスドルフのホシュウェイ刑務所で服役しています。わずか13歳の少年を家族の目の前で凌辱するという地獄のような仕打ちの後、その場にいた全員を殺害してしまったトーマス。その残虐性は類を見ないものですが、それにも増して彼が得意だった点は被害者を入念に調べ上げた上で犯行に臨む巧妙な手口にあると言えます。学校の書類や名刺を偽造して家に上がり込み、共犯者がいると脅して逃げられない状況に追い込む。被害者を巧みに欺くその手口には昨今の日本の闇バイトにも通じるものを感じさせられます。母カーラがうっかりトーマスを家に上げてしまったように、傍から見れば不審でも当事者になってみると気がつかないケースっていうのは確かに存在するんです。もしあなたがカーラと同じ立場だったとしたら、とっさにトーマスの怪しさに気がつけるでしょうか。手の込んだ犯罪者に騙されないために皆さんはどのような心がけが大切だと思いますか？2010年、東京某所で一人の男がインタビューを受けました。西洋人の女性は卒業しました。で、今はもう日本人の女性、特に沖縄の女性って千葉さんというんですが、本当に可愛いですね。
でやはり食欲も感じます。淡々とインタビューに答えるその男は、この時から約30年前にフランス・パリで殺人事件を起こした犯人佐川一世。当時パリ第三大学へ留学していた彼は、現地で知り合ったオランダ人留学生を下宿先のアパートで射殺。そしてインタビューで発した食欲という言葉が表すように、佐川は殺害した女性に食らいつき、その一部を食べたとされているんです。一方で彼が今インタビューを受けているその場所は東京の自宅。極めて凶悪な事件を起こしたはずの佐川が、なぜ刑務所に収監されることもなく平然と自身の好みの女性について語っているのか。実は事件当時佐川は無罪になった上、小説家デビューまでしているんです。女性を殺害し、その遺体を食べる行為を行いながらも無罪になった男。彼はなぜその女性を食べようと思ったのか。男が西洋人をターゲットにしたのは、自分の見た目に強烈な劣等感を抱いていたからなんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。